サイクロン集塵機にプレフィルターをつけてみた。いつもチャンネルを視聴いただきありがとうございます。計画。現在使用中のサイクロン2気筒直列4気筒集塵機です。私の場合ごくごくわずかにミクロダストが掃除機に行ってしまいます。なので今回は視聴者さんのコメントもあり、試行錯誤の一端として掃除機接続側にプレフィルターを取り付けてみます。そうすることで事前に掃除機の目詰まり対策や負荷軽減策にもなります。同じ現象を感じている方は試してみてください。これは排水管 VP30 用の TS バルブソケットです。これを使って既製品だけで簡単にできるフィルターを製作します。エンクロージャーとしてペンキの缶500円未満を使います。これらはバルブソケットとともにホームセンターで簡単に入手可能です。蓋と底面に穴を開けてバルブソケットを取り付けます。このソケットは付け根の 5mm 間にネジが切られていません。なのでエア漏れとスペーサーとして 5mm 厚のゴム板を挟みます。それらをロックナットで固定してペンキ管チャンバーを製作します。相手がゴムなのでへこみ防止に塩ビ 2.0 で作ったレジューサーを挟みます。蓋には4箇所穴を開けて掃除機のフィルターを閉じ込みます。取り付けた時フィルターはこのように畳まれています。気流が入ってくるとこのように膨らみます。この部分はフィルターが貼り付くので工夫が必要です。詳細は続きの動画をご覧ください。使用材料&コンセプト。 VP30 のバルブソケットです。これを使って工夫しながら作っていきます。これは VP30 のパイプです。当然バルブソケットに適合します。さてこのネジですが、これは電気配管 G36 のネジと同じです。なので内側からソケットを押さえるため G36 のロックナットを準備しました。この通りです。これはペンキ用の缶です。ホームセンターで400円台後半でした。蓋と底に穴を開けてバルブソケットを閉じ込みます。気密性を持たせるため 5mm 厚の市販品ゴム板丸型118円を挟みます。もう1枚は塩ビ板 2mm で作ったレジューサーです。ゴム板なのでロックナットの食い込み防止で作りました。これでしっかり固定できます。蓋に4点穴を開けて掃除機フィルターを閉じ込みます。口元ボール紙の規格はフィルターが違っても皆 110×100 です。このタイプはミシン目でカットします。ボール紙に穴を開けてから低等ビスで閉じ込みます。エア漏れしないように二重にパッキングします。これはストック材の市販アルミメッシュで手で簡単に加工可能です。これを切り出してフィルターよけカバーを作りました。
これを底に貼り付けて配管の口をガードします。このようにすれば配管口とフィルター間に空間が確保されます。エンビータを切り出して作ったメッシュガードサポートです。このように閉じ込んで下板を管の底に接着します。接着できるように板には座繰りを入れてあります。これでしっかり接着できます。完成イメージはこのようになります。ホルダーは外付けなのでエア漏れはありません。持ち手の針金は後で撤去します。蓋はビス止めではありませんが不圧なので問題ないと考えます。フィルター管の加工。バルブソケット表側エア漏れ防止パッキンです。1ミリのゴム板をハサミで加工しました。ソケット取り付け前、管側に接着します。事前に管にはミニドリルでパイロットホールを開けています。これからこのホルソーを使って穴を開けます。穴を開けました。内側からはできなかったので後でバリを取ります。このフィルターは表示にあるように数社のメーカーをサポートしています。取り付け用の穴を開けて四隅を管に当たるのでカットします。閉じ込むとバルブソケットの先端がギャザーの中に入ります。これでうまくミクロダストをキャッチできるはずです。切削油を使っているのでプライマーで脱脂します。プライマーは動画スイッチに保護カバーをつけてみたをご覧ください。表面を軽く拭き取るように処理をします。接着するすべての場所をこのように処理します。作業が途切れたら一旦ケースに戻しますが、揮発性なので一気に作業してください。管側の穴は中側からはできなかったので出来方が悪いですが、表面からヤスリでバリ取りを行います。蓋側の接着を G17 を使って行います。しばらく板で押さえます。しばらくベンチタイムをとって反対側の処理を行います。ゴム板の天場が縁より低いので管側の材料をクッション材にします。板を乗せてしばらく重いもので固定します。管側も同様に行います。
接着が終わりました。 4mm35L の低等ビスを取り付けます。ソケットを取り付けます。ネジの付け根に接着剤を塗ると気密性が増します。きつく締め付けます。ナットを取り付けます。ゴムシートプラスゴム座金プラスナットです。フィルターを取り付けるにはさらにナットと座金を入れて閉じます。缶側も接着が終わりましたので同様にソケットを取り付けます。サポートを取り付けます。接着する間メッシュサポートを押さえるジグを作りました。これを使って接着の間サポートに荷重をかけます。こんな感じです。いつも使っている2液型の接着剤です。30分で硬化します。耳に位置を合わせてそこに置きます。位置を合わせたらジグを取り付けます。30分ほどベンチタイムです。30分以上経ちました。接着の状態を確認します。頑丈に固定されました。これでパイプ口元の空間が保たれます。蓋は缶側のへこみに蓋側の凸がぴったりはまるようになっています。固定するとなかなか外れません。フィルターの四隅をカットして穴を開けました。取り付けます。終わりました。四隅をカットしたので蓋を閉じても缶には干渉しません。フィルターをうまく格納しながら蓋を取り付けてみます。終わりました。プライマーの跡が気になる方はアルコールで除去できます。持ち手は先端をフック状で差し込んでいます。直前切断ではうまく外れません。真ん中で切って片側ずつ外します。取り付けと試験。これから完成品を取り付けて試験を行います。接続するためにはこちら側に VP30 の単管を足す必要があります。接続します。実際使用するときはこちら側にサポートが必要です。
鑑定の鉄板が薄いので支えた方が良いでしょう。それでは始めます。指示方法は私ならこの掃除機ケースに木材を差し渡しして固定します。配管方法も圧力損失が増えますが、蛇腹を使えば床置きになります。その時は2気筒の配管材を参考にしてください。ここでダストキャッチできれば掃除機の負荷は軽減されます。フィルターの交換も簡単です。目詰まりがひどい場合は試してみてください。目詰まりサインも出ませんし、吸引力低下も感じないので良好です。最後に底部の配管から覗いてフィルターの膨らみを確認します。よく見えないかもしれませんが、うまく膨らんでメッシュに張り付いたフィルターが見えます。ご視聴いただきありがとうございました。次回にご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。